エビ好きにはたまらない、美味しいエビ団子を皆さんに、お教えしたいと思います。重すぎず軽すぎず、エビのプリプリしっかりで揚げてるんで、当然ね油分はあるんですけど、さっぱりしたエビ団子って感じですね。揚げてよし、焼いてよし、煮てよし、お弁当にもいいですもんね。ビールが合いますね。皆さんこんにちは、今日のごちそうさまチャンネルは、季節とか全く関係ありません、美味しいエビ団子を皆さんに、お教えしたいと思います。揚げてよし、焼いてよし、煮てよし、エビ好きにはたまらない、メニューだと思います。ではまず材料の説明ですね。むきエビ、はんぺん、玉ねぎ、人参、卵白、卵は使いません。お酒、片栗粉、塩、それから揚げ油と、あとお好みなんですけどレモンかけていただいてもいいですし、スイートチリなどちょっと甘いね甘辛いソースをつけて食べていただいてもいいと思います。そのままでももちろん美味しいですからね。まず野菜切っていきます。今日は玉ねぎと、人参なんですけど、野菜基本的にはですね何でも構いません。好きな野菜入れて OK。こんな感じで切ってボウルに入れていきます。じゃあ次人参。あんまり量入れるとちょっとポロポロと野菜が外れていく可能性があるので、少しでいいと思いますね。今日はちなみに玉ねぎ 20g に人参 15g で結構少ないんですけど、それでも食べるとしっかりと野菜の感じがありますので。じゃあ人参みじん切りにしていきます。まず薄切りにしてで千切りにしてで揃えてみじんと。でこれでちょっとサイズが大きいようであれば玉ねぎと同じように少し叩く。これで今、人参と玉ねぎ野菜終わりましたね。じゃあ次エビ叩いていきますが、まずは背わたですね。背わたがあるかどうか確認していただいて、背わたがあったら取っていくと。じゃあ背わた取ったらエビを叩いていきます。ちょっとね解凍したりしたものであれば少し水分拭いた方がいいかもしれないですね。余分な水分はあんまり入れたくない。でちょっと表面ね濡れてるんで拭いときますね。じゃあ切っていきます。これミキサーがある方はミキサーでやっていただいてもいいですけどね。まずはブツブツと切りで徐々に叩いていく。でこの団子のつなぎは、つなぎも少し入れるんですけど、エビ自体でほとんどつなぐような感じの団子なので、エビの食感固形感がちょっと欲しいとかいう方は少し固形感のあるエビを足した方がいいですね。一応これで全部つながる、200g でつながる分量で今やってるので、そういうのが欲しい方は足すと。もうちょいだな。ちょっと粘りが出ることが一つのポイントですかね。もうほぼ固形感なくす感じ。これなんかの時にやりましたね、これね。イカか。イガメンチ。イガメンチね。もうほぼほぼいいですよね。ちょっとこういうムチっとした感じですね。じゃあこのエビのすり身を先ほどの野菜のボウルの中に入れて、でここに各調味料と他の材料を入れていきますね。ではんぺんです。はんぺん入れます。だいたい1/2枚ぐらい。これがちょっと膨らます、ポイントになるっていうのと、柔らかくなるっていうポイントになるのと、つなぎにもなります。これが、そもそも山芋入ってますからね、これね。で入れていきます。でさらにお塩、片栗粉、
今回は薄力じゃなくて片栗粉使ったのはこのはんぺん入れたんで膨らむ要因ってのはもうあるわけですよね、この中に。なのでちょっとムチっとつながることだけを優先したと。でお酒少々で、卵は全卵じゃなくて卵白だけ使っていきます。卵白だけなのでこしてこんな感じですかね。黄身だけは出しておくと。黄身は卵を全卵使わない場合、黄身と白身どっちが余ったら困るかっつったらやっぱり白身の方が困りますからね。黄身はだってほら納豆ご飯にのせても美味しいし。じゃあ今材料全部入ったのでこれで混ぜていきます。あとはもうぐしゃっと潰してはんぺんが完全に砕けてエビのすり身にしっかりと混ざり込むですね。しっかりと潰していきます。で全体しっかりと粘りが出てきたら OK ですね。こんな感じ。じゃあこれから揚げていきます。揚げ油の温度は170度ぐらいって感じですかね。強すぎると周りに色がついてまだ中が生っていう状態が多分あると思うので、170度ぐらいで4分ぐらいやれば確実ですね。で形はお好みなんですけど、あんまりこうねいびつな感じでもちょっとね見た目も大事ですから、ちょっと楕円ですかね。楕円というかなんかラグビーボールみたいな感じ。こそいでこそいでこそいでこういう感じですね。こういう感じでいいと思います。ちょっと温度確認のためにちっちゃいの入れてみますね。いい感じですね。ポーっと浮いてきましたね今ね。じゃあいきます。でこれどんどん作っていきます。ほんとね最初にお伝えしましたけど、今日は揚げてレモンかね、スイートチリみたいなもので食べますけど、生姜醤油とかでもいいんですけどね、だしで煮たりお椀にもなるんですよ。お吸い物っぽくいただく感じにもなるので、割とエビ好きであればいいかなっていう感じですね。いいですね。しっかりとつながってて。これタイ料理風なんですか？スイートチリつけたらそうなりますよね。ただその調味料的には意識をしてないですし、香味野菜なんかも入ってないので非常にベーシックですね。で膨らんでるの分かります？丸くした時よりも一回りぐらい膨らむんですよやっぱり。それを想定して最初にここに入れるサイズを決めるといいですね。ちなみに今日の分量で12345678910111213個っていうすごい中途半端な数字ですけど、1213個できる。じゃあそろそろね色も全体ついたやつがあるので揚げていきますね。これでも上がってると思います。で不安だったらちょっと爪楊枝刺してみて、エビって要はペタッとしてるじゃないですか。ベタッとしてるんで刺したらついてくるんですよ生だと。で完全についてこなくて中あったかかったら完全に火入ってますからね。目安にしていただいてもいいと思います。いい匂いですねエビのね。では盛り付けていきますね。レモンも添えましょうね。でも最近ねこうやって斜めで切るっていうね、その方が絞りやすい。斜めに切ったのをさらにこう半分で切ると、確かに太いこの繊維にヒットしないので非常に果汁が出やすいんですよね。でそのままこれちょいまなって前も使いましたね。ありがとうございます。なんか気を使っていただいたんですかね。気を使わないようにやったんですけどね。ちょいマナっていう本当にこういうちょいと切る時用のまな板ですこれ。反対側はここごぼうとか人参とかそういう根菜類の皮を剥けますからこれね。そしたらあとは彩りですね。今日はサラダ菜のせて、でちょっとスイートチリ添えて、でレモンですね。こんな感じでどうでしょう。完成です。じゃあ揚げたてをねいただきたいと思います。今日はスイートチリでいくかな。ちょんと振り付けていただきます。
あ、ビールが合いますね。いや、うまいですね。重すぎず軽すぎず、エビのプリプリしっかりで揚げてるんで、当然ね油分があるんですけど、すごいさっぱりしたエビ団子って感じですね。今日は最初にお伝えした通り揚げましたけど、煮てもよし、お鍋とかもねおすすめ、焼くのもよし、お弁当にもいいですねこれね。なのでエビ好きにはたまらないエビ団子だと思います。ぜひやってみてください。ごちそうさまでした。